朝日が静かに差し込む台所で、妻が包丁の音を響かせています。トントンと刻まれる野菜の根。それは何十年も変わらない我が家の朝の風景でした。71歳になった佐藤健一さんは、定年後も小さな物流倉庫で週に5日元気に働いています。お父さん、今日も気をつけてね。手渡されたお弁当箱はいつも温かくてずっしりとした重みがありました。まだまだ体は動く。社会の役に立っているという実感。そして何より可愛い孫にお小遣いを渡し、妻とたまに温泉へ行くための大切なお金でした。今日も一日頑張るか。澄んだ朝の空気を吸い込み、健一さんはいつものように駅へと向かって歩き出しました。けれどこの時の健一さんはまだ知らなかったのです。真面目に働けば働くほど国から受け取る大切な年金が静かに減らされているという現実に。倉庫での仕事は決して楽なものではありません。重い段ボールを運び、伝票を1枚ずつ丁寧に確認する作業。夕方になると腰が痛み、足はずっしりと重くなります。それでも給与明細を見る瞬間と偶数月の年金振込日だけは疲れが吹き飛ぶようでした。ところがある秋の日のことです。健一さんは駅前の現金預払い機で年金手帳と通帳を手に記帳を行いました。カタカタと音を立てて印字される通帳。画面に表示された数字を見て、健一さんは思わず目を疑いました。あれ？計算が合わないぞ。本来なら満額入っているはずの厚生年金が数万円も少なく振り込まれていたのです。何度も通帳を見返しましたが、印字された数字は変わりません。どうしてだ？会社にはちゃんと勤めているのに、冷たい風が通り抜ける駅前で、健一さんは立ち尽くしていました。家に帰っても、そのことが頭から離れませんでした。夕食の食卓に並んだ大好物の肉じゃがも、今夜はどこか味が薄く感じられます。お父さん、どこか具合でも悪いの？妻のよしこさんが心配そうに顔を覗き込みました。健一さんは迷いながらも通帳をテーブルの上に置きました。年金がな思っていたよりずいぶん引かれているんだ。よしこさんは通帳をじっと見つめ、それから健一さんのゴツゴツと節くれだった両手を優しくくるみ込みました。定年を迎えてからも家族のために毎朝満員電車に乗り、重い荷物を運び続けてくれた夫の手。お父さん、ごめんなさいね。私のために無理して働かせてしまって。よしこさんの目からポロリと大粒の涙がこぼれ落ちました。違うんだ、お前のせいじゃない。ただ一生懸命働いてきたことがなんだか否定されたようで、二人の間に流れる静かな沈黙。部屋の時計の針の音だけがやけに大きく響いていました。翌週の日曜日、健一さんは地域の清掃活動で元行政書士の先輩高橋さんに会いました。73歳になる高橋さんは今も週3日働きながら毎日をとても生き生きと過ごしています。休憩時間、健一さんは思い切って年金の悩みを打ち明けました。すると高橋さんは優しくうなずきながらこう言ったのです。健一さん、それはね、在職老齢年金の仕組みを知らないからだよ。知らずに働きすぎるとせっかくの年金が支給停止になってしまうんだ。でもね、正しい知識と少しの手続きで1円も減らさずに満額受け取れるんだよ。そんな方法があるんですか？もちろんさ。真面目に働く人が損をするなんて絶対にあってはならないからね。高橋さんの力強い言葉に健一さんの胸の奥に小さな希望の光が明かりました。月曜日の夜、健一さんはよしこさんと一緒に今の机に書類を広げました。まずは第一の段階、
収入と年金の合計額の確認です。高橋さんに教わった通り、給与の総支給額と賞与の月割額、そして厚生年金の基本月額を足していきます。基準となる金額50万円の壁を自分の収入がどれくらい超えているのか、計算機を叩いて一つずつ確かめました。なるほど、この少しの超過が年金を削っていた原因だったのか。原因が数字ではっきりと分かり、胸のつかえが少し取れました。続いて第2の段階、労働時間と雇用契約の見直しです。健一さんは翌日、会社の総務部へ行き、雇用契約の変更について相談しました。週5日フルタイムだった勤務を週4日、1日6時間勤務へと変更する申請です。社会保険の加入条件と自分の体調の調和を考えながら、新しい勤務計画書を作成しました。筆を取る健一さんの手には迷いはありませんでした。体が軽くなるような感覚と同時に、自分の暮らしを自分の手で整えているという確かな手応えが指先に伝わってきます。そして第3の段階、年金事務所での支給停止解除の確認と届け出です。健一さんは妻と一緒に最寄りの年金事務所を訪れました。窓口で被保険者資格の確認や雇用契約変更に伴う標準報酬月額改定の手続きを行います。担当職員の方が丁寧に書類を確認し、これなら来月以降、年金は満額しっかり支給されますよ、と笑顔で答えてくれました。その言葉を聞いた瞬間、健一さんの背中のこわばりがスーッと溶けていくようでした。手続きを終えた帰り道、2人は近くの喫茶店に入りました。温かいコーヒーの香りが冷えた体を優しくくるみ込みます。お父さん、本当に良かったわね。よしこさんが木を両手で持ちながら穏やかな笑顔を見せました。ああ、これからは無理のない歩幅で働いて、年金もきっちり全額受け取れる。2人で少しずつ前に進めたな。窓の外には柔らかな午後の光が広がっていました。季節は巡り、厳しい冬が去って、柔らかな春の風が吹き始めました。勤務日数を週4日に減らした健一さんは、体力的にも随分余裕ができました。朝の目覚めもすっきりと心地よく、腰の痛みも和らいでいます。そして迎えた4月の年金支給日、健一さんとよしこさんは、2人並んで銀行の予払い機に向かいました。通帳を機械に入れ、印字が終わるのを待ちます。戻ってきた通帳を開いたよしこさんが小さく息を飲みました。そこには以前のように引かれることなく、満額の厚生年金が1円の狂いもなく印字されていました。お父さん見て、満額入ってる。よしこさんの瞳に再び涙が光りました。でも今度は不安の涙ではなく、安堵と喜びに満ちた涙でした。健一さんはよしこさんの肩にそっと手を添えました。よしこ、いつも支えてくれてありがとう。これで安心して暮らせるよ。駅前通りの桜のつぼみが優しく2人を見守るように少しずつほころび始めていました。休日の午後、健一さんは自宅の庭でよしこさんと一緒にお茶を飲んでいます。庭の片隅には色とりどりの花々がきれいに咲き誇っていました。お父さん、今度の連休、お孫ちゃんたちを呼んでみんなでお寿司でも食べましょうか。いいね、あいつらの喜ぶ顔が今から楽しみだな。知っているか知らないか、ほんの少しの知識と行動がシニアの暮らしを大きく変えてくれます。無理をして体を壊すこともなく、国から正当に年金を受け取りながら自分の歩幅で笑顔で働き続けること、それこそが私たちが目指す本当の豊かな老後なのかもしれません。今日もいい日だな。健一さんの穏やかな笑顔に優しい春の光が降り注いでいました。